いつもありがとうございます。華道家のフライケです。今回はですね、こちらの、もう下っ端とかも茶色くなってだいぶ枯れてしまっていて、もう若干水が下がっていて、先端のお花はもう枯れてしまっていて、もう花もですね、途中の花もほとんど花も終わってしまったような、こちら、なんとか美しく生けて復活させたいという動画になっております。はい、フィルムを開けた状態ですね。2本入っていて、この細いのはもうこんな感じなので、使わずにこっちの太い方を使っていけるようになります。ここにですね、ちょこっとつぼみがいたりするので、それとこの枝の動きを活かして生けていこうかなと思います。それではですね、まずはどの部分を生かすかどうかは一旦別にして、ちょっと、まず綺麗な部分を残す作業をしたいと思います。こんな感じですね。もう大体見えてきたなっていう感じが、個人的にはあります。この子がポイントですね、このツボ。これですね。はい、花瓶を選んできました。こちらですね、ブルーの透明な瓶で、下が三角形になってて、上に行くにつれ丸なんだけど、ちょっとねじれているような状態になっている、瓶です。これ、今日の花一輪っていう、今日は京都の今日ですね、の花一輪っていう日本酒の瓶で、これ中に日本酒が入っているときは金箔が入っていた、なかなか豪華な日本酒の瓶なんですが、これ花瓶に非常におすすめでして、まずおすすめポイント、口の部分がですね、ペットボトルみたいにネジっぽくなってるじゃないですか、蓋の部分が。それになっていない。で、そしてですね、この瓶っぽい部分がですね、ここに見えますかね、ここにバッテンみたいなちっちゃいのがついてるんですけど、それ以外が基本的に何にもついてない。あとはそうですね、この縁の、ここの三角の縁部分がちょっとなんていうの、酒瓶みたいな、ちょっとギザギザがついてるぐらいで、普通に立てとけば言われなければわからないぐらいの、酒瓶っぽさなので、非常に花瓶におすすめです。ただですね、クリアで水が見えるので、そうなるとですね、水が入ってて、花が入ってくると水が濁ってきたらよーく見えてしまうので、ちょっと水替えサボりたいなっていう人にはあんまりおすすめしないです。ただ、梅雨とか夏の時期のちょっと暑くなってきた時には非常に見た目が涼やかなので、おすすめ、私的にはおすすめな、瓶、花瓶というか、普通に瓶として売ってる中では花瓶としておすすめできる瓶です。もしそうですね、ネットで売ってたら、URL を説明欄に貼っておきたいと思います。さあ、これをですね、試しに入れてみると、こんな感じになるんですが、この時にですね、ここのですね、ここの中空間、浮いてる感じすごい綺麗ですよね。ちょっとアップにしますね。でですね、ここの中空間をより強調したいので、これをこの辺りで切ってですね、この部分だけとこのぐらいにしたいという感じで、今回それをやろうと思うんですけれども、これをやってしまった時のデメリットがありまして、水がここだけしか浸からなくなるので、なかなかこれ減ってきたら水を足さないと、こっちの植物の方が、死んでしまうので、なかなか手のかかるやり方になってしまうので、お客様が来た時用とか、今みたいに私の何か動画で披露するとか、生け花店で披露するっていう時はいいかもなんですけど、ただ会期中にここまでね、水が
なくなってしまって、水が下がって死んでしまうという恐れもあるので、ちょっとそのあたり気をつけていただければなと。一応これ真似される方がいないとも限らないので、結構華道家とかの先生方がギリギリにいけて、で、ここの、なんていうんですかね、瓶と水の美しさを見せたいから、このギリギリにいけるんですけど、あの人たちはプロで、その時にいけて、写真を撮ったり、ちょっと飾って、半日飾ったら、もう引き上げてしまうから、ここでもいいんですけど、ご家庭でやると、1日やったら、このぐらいの水なんですぐなくなってしまうので、いけていたら。なので、そこはちょっと、真似するときに注意というお話でした。ご家庭だったらもう全然このぐらいとかもうちょっと長く入れておいても、普通に綺麗には見えるので、いいんじゃないかなと思います。ちょっと余談でしたけど、一応、真似した時に花が死んだり、意外と手間が大変ってなると困るので、お話を。さて、あとはですね、サイズ調整を大体してですね、上の部分をどうするかというようなところで、では、これを手でですね、下向いてますでしょう、この子。なので、よいしょ。で、あとはですね、もう、この子を調整したり、抜き差しすることはないので、お水をしっかりと入れて、いい音ですね。なかなか癒されます。で、ここを十文字割りで割りを入れて、はい、このような形になりました。感じとしてはですね、この花瓶の中の中空間と透明感でダブりと上昇感ですね、全体が上に向かっていく生命感。そしてですね、花が終わったけれども、また美しくお花として、生け花になるというところで、やはりこのお花が終わった花のですね、ストーリー性も残しておくために、花が終わったものもつけておく。という形でですね、心地よい花になったのではないかなと、最初のボロボロだった状態に比べると、成功と言っていいんじゃないかと思います。はい、ここまで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。この動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価のほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた。